今回のテーマはスケールです。1オクターブ内である秩序に従って配列された音の並びのことをスケールと言います。全音半音の回では半音のみで構成されるクロマチックスケールと全音のみで構成されるホールトーンスケールが登場しましたが、実はスケールには他にもたくさんの種類があるんです。例えば日本人にとっては馴染み深い宮古節。5音で構成されるペンタトニックスケール。エキゾチックな雰囲気を持つアラビアンスケール。どうでしたか？スケールそれぞれが持つ独特な雰囲気を感じ取っていただけたのではないでしょうか。このように世界中にはたくさんの、それはもう様々なスケールが存在します。そんなスケールの世界には調整音楽の要となるダイアトニックスケールというスケール群があります。ダイアトニックスケールとは1オクターブ間を5つの全音と2つの半音で満たした7音で構成されるスケールのことです。スケールの起点を一つずつ後ろにずらしていくと、同じ構成音でありながらも全音半音のポジションが違う7パターンのスケールができます。これら7つをまとめてダイアトニックスケールと言いますよ。ダイアトニックスケールは7つのスケールそれぞれに名前がついていますので、1個ずつ確認していきましょう。では、初めのポジションに戻って、数字の部分を音名に置き換えます。まず、前前半前前前半の組み合わせで構成されている、こちら1番目のスケールは、アイオニアンスケール。この場合、C が起点となっているので、C アイオニアンと呼びます。起点を一つ後ろに送ると、2番目のドリアンスケール。D が起点となっているので D ドリアンとなります。起点をもう一つ後ろに送ると3番目のフリジアンスケール。E が起点となっているので E フリジアンです。4番目はリディアンスケール。F が起点となっているので F リディアン。5番目はミクソリディアンスケール。G が起点となっているので G ミクソリディアンです。6番目はエオリアンスケール。A が起点となっているので A エオリアンですね。最後7番目はロクリアンスケール。B が起点となっているので B ロクリアンとなります。そしてまたオクターブ上のアイオニアンスケールに帰ってきました。12平均律の楽器においてはダイアトニックスケールもそれぞれ7種類 ×12 個分。言い換えると12音1つずつにつき7パターンのダイアトニックスケールが存在するというわけです。中でも調整音楽の世界では1のアイオニアンスケールと6のエオリアンスケールの2種類が主軸となって世界観が作られていきます。アイオニアンスケールはいわゆるメジャースケールのことで、エオリアンスケールはマイナースケールのことです。メジャースケールとマイナースケール、この2つのスケールが調整音楽の土台となっているんですよ。1、メジャースケール。A、構成。メジャースケールは譜面上では一見綺麗な間隔で並んでいるように見えますが、隣り合う音同士の幅は均等ではありません。まず C と D は半音2個分。つまり全音1個分の距離があります。D から E へも全音1個分。ですが E から F へは半音1個分。F から G へは全音1個分。G から A へは全音1個分。A から B へも全音1個分。B から C へは半音1個分。
このような全音半音の組み合わせを持つスケールをメジャースケールと言います。メジャースケールはダイアトニックスケール第1番目のスケールと同じでしたね。また、メジャースケールがある特定の音を起点としたとき、特定のキーというものができます。この場合、メジャーキーとなりますよ。こちらは C を起点としたメジャースケールですから、C メジャースケール。なので、キーは C メジャーキーということになります。スケールの性質であるメジャーに起点の音を加えると、キーの名前となるわけです。さて、5度鍵表で見ると C メジャーキーの構成音にはシャープやフラットなどの変化記号がついた音は含まれないということがわかります。このようにスケール固有のシャープやフラットなどの変化記号をまとめたものをキーシグネイチャーと言います。キーシグネイチャーは見るだけでスケール内の構成音が簡単にわかるようになっているので、とても便利な存在です。最後にメジャーキーはいくつあるのかということですが、メジャースケールは12音すべての音から発生させることができますので、メジャーキーは全部で12種類ありますよ。では、メジャースケール構成についてのまとめです。隣り合う音同士の幅が前前半、前前前半であるとき、このスケールをメジャースケールと言います。ダイアトニックスケール第1番目のスケールですね。また、メジャースケールが特定の音を起点としたとき、特定のメジャーキーというものができます。メジャーキーはエンハーモニックキーを除くと全部で12キー分存在しています。はい。ではメジャースケールの構成については以上となります。1、メジャースケール。B、機能。まずはじめに、スケールとキーの関係を具体的にイメージしてみましょう。例えるなら、キーはコミュニティ。スケール内の音は、そのコミュニティに属するメンバーといった感じです。学校なんかの班で例えると、まず班長がいて、副班長がいて、書記がいて、と役割がありますよね。そんな風に、キーというコミュニティに属したスケール内の音は、それぞれポジションごとに役割があります。ではまず、スケール内の音それぞれにポジション名として番号を振っていきましょう。C から1、2、3、4、5、6、7、8。8は1と同じ音ですが、ここではオクターブ違いということを表すために8と表記しています。C メジャースケールはこの7音のメンバーで構成されていますよ。もしキーが変わってコミュニティを構成するメンバーが変わったとしても、キーに応じて相対的にこの7つの番号が振られます。例えば D メジャーキーであれば D が1となりますし、F メジャーキーであれば F が1となるわけです。このように音名を相対的に表す番号をスケールディグリーと言いますよ。では次にそれぞれのポジションが持つ機能について見ていきましょう。最初に主要な4つのキャラクターをご紹介していきますね。まず第1音目はトニック。1オクターブ上も同じです。トニックはそのキーらしさを決めるボスのようなポジションです。主にどの音もトニックに戻ってきたくなる安定感がありますよ。第5音目はドミナント。トニックを支配するという意味があり、キーを決定づけるために重要なポジションです。とても不安定でトニックに強く解決したくなる性質を持っています。第4音目はサブドミナント。サブドミナントはオクターブ上のトニックから数えたとき5音目に位置する音です。つまりトニックを中心としてドミナントと対称の位置にあたるのでこの名前がついています。サブドミナントはトニックとドミナントの働きを補助する役割があります。
トニックとドミナントの間に置くと柔らかい印象になりますね。第7音目はリーディングトーン。半音上のトニックに強く進もうとする性質があります。トニックに導かれていく、引っ張られてしまう音といったイメージです。特に主要なキャラクターはこの4つですが、他の音にもそれぞれ名前がついているのでご紹介しますね。第2音目はトニックの上にある音ということでスーパートニックと言います。第3音目はトニックとドミナントの中間にあるのでミディアント。第6音目はトニックとサブドミナントの中間にあるのでサブミディアントと呼ばれます。このスケールディグリーは相対的な表記法ですので、たとえキーが変わったとしても配置が変わることはありませんよ。ではまとめです。スケールの起点から順番に振った番号をスケールディグリーと言います。スケールディグリーはスケール内の機能を相対的に表すものです。起点となる第1音目はトニック。トニックはそのキーらしさを決めるボスのようなポジション。みんなが帰ってきたくなる安定感があります。第5音目はドミナント。不安定で強くトニックへ進みたくなる性質があります。トニックとともにキーを決定づける重要な音です。第4音目はサブドミナント。ドミナントに比べてやや不安定な性質を持っています。トニックとドミナントを滑らかにつなげる補助的な役割を担います。第7音目はリーディングトーンといって半音上のトニックへ引っ張られるかのように強く進もうとする性質を持っています。トニック、ドミナント、サブドミナント、リーディングトーン。この4種類がスケール上での主要なキャラクターとなりますが、第2音目にはスーパートニック、第3音目にはミディアント、第6音目にはサブミディアントと、このようにすべてのポジションに名前がついていますよ。スケールディグリーは相対的な表記法ですので、キーの変動によってポジション名が変わることはありません。番号とポジション名を結びつけて覚えてしまいましょうね。それではメジャースケールの機能については以上となります。2. マイナースケール A. 構成。マイナースケールはメジャースケールをベースに考えていきましょう。まずは1回メジャースケールのインターバルを確認します。全音全音半音、全音全音全音半音でしたね。ダイアトニックスケール第1番目のスケールです。一方マイナースケールはダイアトニックスケールの第6番目のスケールなので C から数えて第6番目の A の音を起点に持ってきましょう。すると A マイナースケールが出来上がります。キーは A マイナーキーとなります。C メジャーキーと同じくシャープもフラットもつかず単音のみで構成されていることがわかりますね。メジャーキーの時とは全音半音の位置が違っています。このように全音半音、全音全音半音、全音全音でオクターブ間を満たしたスケールをすべてマイナースケールと言います。こちらもメジャーキー同様12キー分ありますよ。ではマイナースケールの構成についてまとめていきましょう。隣り合う音同士のインターバルが全音半音全音全音半音全音全音であるとき、このスケールをマイナースケールと言います。ダイアトニックスケール第6番目のスケールです。またマイナースケールが特定の音を起点としたとき、特定のマイナーキーというものができます。マイナーキーもメジャーキーと同じようにエンハーモニックキーを除くと全部で12キー分ありますよ。それではマイナースケールの構成については以上となります。2. マイナースケール B. 機能。キーを一つのコミュニティと考えたとき、スケール内の音一音一音はメンバー
というイメージでしたね。ではまずマイナーキーのメンバーそれぞれに番号を振っていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8。A マイナースケールは A を起点に ABCDEFG の7音のメンバーで構成されています。メジャースケールと同様にマイナースケールにも主要な4つのキャラクターが存在しますので、順番にご紹介していきますね。まずは第1音目のトニック。オクターブ上にも同じように印をつけていきます。トニックはキーのボス。主にどの音もここに解決したくなる安定感のあるポジションになっています。第5音目はドミナント。ドミナントはトニックとともにキーを規定する重要ポジションです。不安定なためトニックに強く解決したくなる性質がありますよ。第4音目はサブドミナント。サブドミナントはトニックとドミナントの働きを補助する緩衝材のような役割があります。ここまではメジャースケール内の役割と同じです。ただメジャースケールにはリーディングトーンというものがありましたね。しかしマイナースケールはそのままですとリーディングトーンは存在しません。なぜならマイナースケールの場合、第7音目と第1音目が全音の関係だからです。この状態の第7音目はリーディングトーンではなくサブトニックと言いますよ。このままでももちろんいいのですが、調整音楽においては強い解決感を演出するためにリーディングトーンの存在がとても重要なんです。ここで押さえておきたいのがリーディングトーンの定義です。まず第7音目がリーディングトーンであるためには、強くトニックへ解決したくなる性質である必要があります。その強い性質であるためには、第7音目と第1音目が半音の関係であることが必要です。そこで調整音楽の世界では、第7音目を半音上げることによって、リーディングトーンを作ることにしました。さて、第7音目がリーディングトーンになったことで、主要なキャラクター4つが揃いましたね。続いてその他のポジション名を確認していきましょう。メジャースケールと同様に、第2音目はスーパートニック、第3音目はミディアント、第6音目はサブミディアントと呼ばれます。さて、リーディングトーンのない状態のマイナースケールと、リーディングトーンのある状態のマイナースケールの2種類が出てきましたが、実はそれぞれを区別する呼び方があるんですよ。まず、リーディングトーンがないマイナースケールを自然な状態という意味でナチュラルマイナースケールと呼びます。一方、リーディングトーンを作った方のマイナースケールは、ハーモニーを美しく聴かせるためのマイナースケールという意味で、ハーモニックマイナースケールと呼びますよ。ハーモニックマイナーの方がリーディングトーンがあることで、よりはっきり調整感を出すことができるので、調整音楽ではハーモニックマイナーがよく使われます。それではまとめに入っていきましょう。スケールの起点から順番に振った番号をスケールディグリーと言います。機能についてはメジャーキーと同様に主要なキャラクターが4つありました。まず第1音目がトニック、第4音目がサブドミナント、第5音目がドミナント、そして調整音楽においてはリーディングトーンが重要でしたね。しかしマイナースケール第7音目はそのままの状態だとリーディングトーンとして機能しませんでした。ですが第7音目にシャープをつけて半音を上げることでリーディングトーンを作り出すことができました。それにより2種類のマイナースケールが出てきましたね。まずリーディングトーンのない方は自然な状態という意味でナチュラルマイナースケールと呼ばれ、リーディングトーンのある方はハーモニーをきれいに聴かせるためのマイナースケールといった意味でハーモニックマイナースケールと呼ばれますよ。ハーモニックマイナーはリーディングトーンが加わることで
ナチュラルマイナーに比べると調整感をはっきりと出すことができます。最後に主要な4音以外についてですが、第2音目はスーパートニック、第3音目はミディアント、第6音目はサブミディアントとそれぞれ名前がついていますよ。あと最後に一つ補足をさせてください。厳密に言うとマイナースケールには実は3種類あります。ナチュラルマイナースケール、ハーモニックマイナースケール、それに加えてメロディックマイナースケールというのがあるんですね。こちらは名前の通りメロディーを美しく聴かせることに特化したマイナースケールとなっています。順を追って説明しますと、まずナチュラルマイナースケールがベースにあって、その上にできるのがハーモニックマイナースケール。ハーモニーを美しく聴かせるため、ナチュラルマイナーの第7音目を半音上げて、トニックとの間にリーディングトーンを作りましたよね。実はその時、第7音目を半音上げたことによって、第6音目と第7音目の間が全音1個分と半音1個分、音幅が大きく開いてしまいました。なのでちょっと歌いにくいですし、メロディーとしては少し奇抜な印象に仕上がってしまいます。そこでハーモニックマイナーの第6音目を半音上げることで、第6音目と第7音目の開きを埋めてあげることにしました。そして誕生したのがメロディックマイナースケールです。なおこちらのスケール、下降形はナチュラルマイナースケールとなっていますよ。メロディックマイナーについては、ナチュラルマイナーとハーモニックマイナーをしっかり押さえておけば、後ですんなり理解できると思いますので、まずはナチュラルマイナーとハーモニックマイナー、この2つをしっかり理解しておきましょうね。それではマイナースケールの機能については以上となります。